こんにちは、F カレッジです。今日のテーマはですね、Apple の過去27年間の成長率はということで、Apple の過去27年間の財務数値を見ていきたいと思います。でまず最初に、結論からですね、成長率はですね、売上の成長率というのもあるんですけども、F カレッジでは粗利の成長率を見ました。粗利の成長率が、15% ですね。これは27年間毎年平均して15%粗利が成長してきたという数字になります。これは非常に高い数字ではないかと思います。それではですね、次にじゃあ Apple ってどんな会社なのかというところを見ていきたいなと思います。Apple は皆さん大体の方は知ってるとは思うんですけども、具体的にどんな会社なのかというのを簡単にまとめてみました。はい。まずですね、会社の概要からですね、オーバービューとして1977年に設立された会社です。1977年なので、大体45年ぐらいですかね。まだ会社ができて45年しか経ってない会社ということですね。で、従業員の数が15万4千人です。で、本社ですね、がアメリカのカリフォルニア州にあります。で、これ時価総額ですね。時価総額が2022年3月時点で2.5 トリリオン US ドル。2.5 兆ドルですね。日本円にすると、ざっくり270兆円とか280兆円とかそれぐらいですかね。はい。で、これは世界で1位ということになります。なので世界一時価総額が高い会社が Apple だということになりますね。はい。じゃあ、Apple ってどんなビジネスしてるのというのを次見ていきたいと思います。皆さんご存知な iPhone とか iPad とかっていう製品がありますよね。で、その他にもですね、Apple ではサービスも提供していて、iCloud とかですね、Apple Store とか、そういったものだと思うんですけども、はい。具体的に見てみるとですね、こんな感じになってますね。これは Apple の、アメリカのアニュアルレポートって言われる日本でいう決算書から、数字を持ってきました。はい。で、グロスマージンって書いてあるところが、粗利ですね。売上総利益になります。はい。で、ここ見ていくと、まず、2019年から2021年までかけて、2021年がすごい伸びてますよね。2020年と比較して 1.5 倍近く伸びている状態です。で、グロスマージンの比率を見てみると、プロダクトが 69% で、サービスが 31% ということで、大体アップルが稼いでる利益の、大体7割が製品で、30% がサービスということになりますね。はい。で、次の、グロスマージンのパーセンテージですね。これも、グラフにしてみると、プロダクトの方が少し伸びて 35% の粗利率ですね。で、サービスですね。これが少しずつ粗利率が伸びていて、最新の2021年の決算では 70% になってます。これは非常に高いと思いますね。はい。で、次ですね。これ、社員の数が15万4千人いるということなんですけど、じゃあ、今までの社員の数の推移と、あとは労働生産性ですね。これがどういう推移になっているのかと、これを見ていきたいと思います。紺色が社員の数になります。で、オレンジ色が1人当たりの粗利の金額です。この一人当たりの粗利の金額っていうのが、生産性ですね。と呼ばれているものです。要は、従業員一人が粗利をいくら稼いだんですかっていうことですね。当然これが高ければ高いほど生産性は高いということになりますし、これが高ければ高いほど、一人当たりのお給料も、たくさん払うことができますよね。はい。まず、紺色のところですね。社員数の推移なんですけども、1994年からこうやって見ると2006年ぐらいまではそんなに変わってないんですよね。2007年ぐらいから徐々に増え出して2008年でドゥンと増えて、そこからもう右肩上がりでどんどん増えていってると
いう状態ですね。それで2021年現在では15万4千人と。で、一方でオレンジ色の方ですね。これは1人当たりの粗利額は、2994年から2004年ぐらいまでですかね。がだいたい、0.156ミリオンドルなんで、日本円にすると、ざっくり1人当たり1600万円とか1700万円稼いでますというのが、だいたい2004年ぐらいまでだったんですよね。それが徐々に上がってきて、で、もう2010年ぐらいですかね。2010年このあたりでは、1人当たりだいたい5000万円ぐらい稼いでると。0.5ミリオン US ドルですね。で、最新の去年では 0.99 なんで、もうほぼ1人1億円ですね。日本円にすると1億円。US ドルだと1ミリオン US ドル1人当たり稼いでると。これがいかにすごいかということですよね。ちなみに日本人の1人当たりの生産性は約840万円ぐらいだそうです。なので、アップルの社員は日本人の平均の10倍以上稼いでいるということになりますね。もうこの1人当たりの粗利の金額の高さというのが、今のやっぱりアップルの凄さを物語ってるかなと思います。で、もう一つ面白いのがですね、ちょうど、スティーブ・ジョブズさんがお亡くなりになったのがこの2021年ぐらいなんですけども、このちょうど2012年ですね、この2012年の時に今まで過去最高の約1億円1人当たり粗利があったのが、そこからずっと横ばいでちょっと落ちてなかなか超えられなかったんですけども、2021年スティーブ・ジョブズさんがお亡くなりになった後、初めてそれを超えてきたということなので、この2021年というのはアップルにとってはすごく意味のある年だったんではないかなというのがこのグラフから読み取れるかなと思いました。はい、次に、前提ですね。F カレッジの、前提について最初にお話ししておこうと思います。まずですね、いろんな決算の数値っていろんな数字がありますし、いろんな見方があるので、これが正解っていうのはないと思ってます。で、F カレッジでは、こういうふうに数字を定義していきますよっていうのがまずここでのお話になります。で、まず一つがですね、付加価値ですね。付加価値という概念を、まず使いたいと思っています。で、一般的には、売上から外部から調達した材料費とか外注加工費とかっていうのを引いたものが付加価値ですよっていうふうに言われてると思うんですけども、F カレッジでは決算書から取れる情報として、単純化して粗利を付加価値と定義しようと思います。で、次に投資ですね。この投資も、もういろんな定義ができると思うんですね。一般的には設備投資とか、例えば M&A をするとか、研究開発をするとか、いろんなものを投資と捉えることができると思うんですけども、F カレッジでは売上原価以外の、事業に関わる支出すべてを投資というふうに見なしたいと思います。具体的には決算書の、販管費ですね。販売費及び一般管理費から原価償却費を引いて、それにキャッシュフロー計算書から投資キャッシュフローの数字を持ってくる。これを会社の投資というふうに定義したいと思います。で、最後に、固定費ですね。これもですね、一般的には人件費とか賃借料などの経費とか、固定的にかかるものをピックアップしてくると思うんですけども、決算書からですね、この数字を読み取るというのが非常に難しいので、F カレッジではこれは簡便的に販管費から原価償却を引いたものを固定費として定義してやらせていただきます。はい。で、これは今収録しているのが2022年の3月なんですけど、この時点の定義ということで、これからいろんな会社をどんどん分析して皆様にご提供していきたいと思ってるんですけど、また今後この定義を変える可能性はもちろんございます。なので現時点ではこの定義で分析をしていこうということになります。はい。で、続きましてですね、じゃあどういう視点で分析していくのかって、この財務分析の視点っていうのも、一般的にたくさんあって、
上げ出すとキリがないぐらいたくさんあると思うんですけども、F カレッジでは大きく分けて3つの視点で見ていきたいと思ってます。まず1つが安全性ですね。これは向こう1年間、その会社が倒産する確率が低いかどうかっていう、安全性を見るために指標を見ていこうと思っています。で、そのために、どのいう指標を見ていくかっていうと、手元に持っている現預金と固定費の割合をまず一つ見ていこうと。あともう一つは手元の現金と借りているお金ですね。これの差し引きした金額っていうのを見ていこうと思ってます。はい。で、ざっくりとした基準としては、現預金と固定費の割合が100を超えてれば、要は1年間生きていけるよねっていう基準なので、この100超えてるかどうかっていうのをまず一つ基準として見ていきます。あともう一つは、キャッシュから借りているお金を引いた金額が0を超えているかですね。0を超えていれば、仮に借り入れを全部返したとしても手元にお金が残るので、実質無借金ということなので、安全性は高いと言えるのかなというので、この2つを基準として見ていこうと思っています。はい。で、3つ目なんですけども、次は成長性ですね。で、これは、F カレッジでは、粗利の成長率の、年間の平均と、あとは移動平均。この2つを使って、見ていきます。で、これ売上ではなくて粗利の方を F カレッジとしては重視しています。というのも、会計基準によって売上って結構変わりますし、あとは業界によっても粗利率ってかなり変わるので、シンプルに会社が稼いできた付加価値っていくらなんですかっていうところがまず重要だと思ってます。なので、その付加価値イコール粗利、その粗利の成長率を見ることで、会社がどういう状況になっているのかっていうのを見ていこうというふうに思っています。はい。で、基準としてはですね、年間の粗利の成長率と、その移動平均で、例えば過去20年間の平均の粗利の成長率と、過去5年間の移動平均の成長率を比較して、過去5年間の移動平均の方が高ければ、今までよりも今の方が成長率が上がってるんだよねっていうふうに見ます。で、逆であれば、今はちょっと短期的に成長率が落ち込んでるんだねっていうふうに見ます。そこで今の会社の現状を測っていこうというふうに思っています。で、最後にですね、効率性ですね。で、これは、まずある時点を決めて、その時点から粗利がどれぐらい増加しているのかっていうのと、その地点から、投資した累計額がどれぐらいなのかっていうのを見ます。で、それを、割ることによって、投資をいくらして、その投資のリターンとして粗利がいくら増えてますかっていうのを見ます。これは、効率性ですね。つまり、例えば、粗利が100億増えてますと。で、累計の投資額も100億ですの場合は非常に効率性が高い投資をしているということになります。ただ一方で例えば1兆円投資したのに粗利が100億しか増えてないってなると、それって 1% なので、投資した1兆円回収するのに100年かかるよねってことになっちゃうので、それはちょっと効率性としてはよろしくないんじゃないかと。そういう意味で、このどれだけ粗利が成長しているのかは成長性で、効率性のところは、会社がどれだけうまく投資をしているかっていうところを見ていきたいと思っています。で、ここも会社のフェーズによって数字も変わってくると思うので、どれぐらいその成長著しい時であれば効率性多少度外視してでもどんどんお金を投資していくっていう風になるでしょうし、少し成長が落ち着いてきているフェーズであれば、じゃあちょっと効率性を高めて、利益を出していこうっていうフェーズになると思うんで、そこは会社のフェーズによってまた見ていくところが違ってくるのかなと思ってます。で、今の3つの視点ですね。はい。図にするとこんな感じですね。まず、成長性って言ってる部分は、この付加価値がどうやって成長していったのか、 1. 点何倍に成長していったのか、何十%成長していったのかっていうところを成長性で見ていきます。で、稼いだ付加価値からいくらかを投資に回しますと。で、その投資を回した後、どれぐらい付加価値が増えたのか、ここを効率性という形で見ていきます。この投資と付加価値のこの間の緑ですね。で、最後にこの稼いだ付加価値から
どれぐらい投資に回しても大丈夫なのかっていうのを見るためにも、この安全性というところを見ていきます。要は会社の足元の安全性が厳しいのに多額の投資というのは難しいので、その安全性を見て投資をしていくということになると思います。なので、会社としてはまずこの3つが非常に重要だというふうにエフカレッジでは考えています。では早速安全性から見ていきたいと思います。Apple の安全性ですね。はい、紺色がですね、現預金から有利子負債を引いた金額になります。で、こちらはですね、2012年まではプラスだったんですが、2023年からはマイナスの値になっていて、今現時点2021年でマイナス88,790ミリオンドルになっています。かなりマイナスが大きい状態ですね。かなり借り入れをしているという状態です。で、一方で現預金と固定費の割合ですね。こちらは 100% がこのあたりになるので、直近だと2021年で110%ですね。なので、これは 100% を超えているので、1年間生きていくだけのキャッシュは手元に置いてあるということになるかなと思います。なので、有利子負債がちょっとマイナスなので、めちゃくちゃ安全性が高いかと言われると、そうとは言えないかなとは思うんですが、ただ、この金額ってアップルが1年間で稼ぐ利益の金額にかなり近い額なので、アップルの会社のレベルであれば、いざとなればすぐに返せるぐらいの金額を借りてるんだろうと思います。はい、次に成長性ですね。まず、売上と粗利のグラフなんですけども、紺色が売上高になりますので、薄い水色が粗利の棒グラフですね。こうして見ていくと、やっぱりこの2007、8、9ぐらいから少しずつ上がってきて、2010ぐらいからものすごい勢いで伸びてきてますね。で、2011年があって異常なぐらい伸びていますね。で、売上だけではなく、粗利もかなりの伸びですね。はい。で、黄色の折れ線グラフですね。これが、毎年の粗利率になります。で、オレンジ色が、1993年からの平均の粗利率です。これはもう平均ですね。で、これを見ていただくと、ちょうどこの2004年ぐらいから、この2012年ぐらいまでは、平均の粗利率がどんどん上がってきてたんですね。ただこの2012年を境にもうぴったり横ばいというぐらいに粗利率が平均化されていて、で実際に1年間あたりの黄色の粗利率もほとんど同じですよね。で、2021年、現時点で 38.7% っていうのが平均の粗利率になります。で、黄色の方ですね、2021年単月では 41.8% あったので、この数字はこの2012年以降では一番高いんじゃないですかね。この2012年の時に 45% 近くいってるので、その次に次いで高いという形になってます。なのでかなり2021年伸びたというふうに見えます。で、こちらですね。こちらが一番最初に結論でお話ししていた粗利の成長率になります。で、紺色のこの折れ線グラフが1994年から2021年までの平均の粗利の成長率になります。で、水色が5年間の移動平均の成長率ですね。なので2021年だと、ここから過去5年間の成長率の平均という形になります。で、オレンジはそれが10年分ですね。10年間の移動平均という形になります。で、これを見ていただくと、2021年粗利の平均成長率は 15%。で、この 15% ぐらいっていうのはもう大体このやっぱ2012年ぐらいから大体同じぐらいですね。で、この平均5年間の移動平均、
これを見ていただくと、2012年の時はもう 50% を超える成長率を出してたんですが、それ以降ずっとこう右肩下がりでずっと落ちてきてたんですね。で、2020年に至ってはもう 2% とかなんですね、これ。ここですね。これ 2% とかでかなり下がってたと。で、2021年で一気に 12.6% まで回復してきたので、ちょうどですね、これを見ると2011年に、スティーブ・ジョブズさんがお亡くなりになった後、アップルは少し成長力を落として、現時点まで来てたところを、これからまた第二創業期のような形で、伸びていく、予兆みたいなものはここに感じられるかなと思います。この5年の成長率っていうのがこの 15% を超えてくると、またアップルがさらに大きく成長していく可能性があるのかなというふうに思います。今この10年も5年も、1994年からの平均も大体ほとんど同じあたりにいるので、もう今のアップルの成長率はというともう本当にこの 15% ぐらいというのがもうぴったりなのかなと思います。はい、次にですね、効率性を見ていきたいと思います。まず、紺色が投資の累計額になります。1993年からの投資の累計額で、粗利の増額の累計額がオレンジ色になります。はい。これで見るとですね、2021年時点で、過去27年間の投資の累計額が52万4094ミリオンドルと。で、粗利の増額の累計が、約15万ミリオンドルになるので、ここの関係性ですね。ここの割合が、今現時点の効率性というふうになります。それを次のグラフで見ていきたいと思います。はい。まず、紺色ですね。紺色が、1994年から2021年までに増加した粗利の増加額と、投資の累計額っていうのの、割合になります。これはもう平均値ですね。平均値のグラフになります。これが 28% ですね。で、移動平均のオレンジ色が移動平均10年間なんですけども、これももうほぼこの紺色と同じですね。28% のところに2021年います。で、この水色ですね。これが短期の、指標になりまして、この水色の方はちょうどこの2016年から2020年までは、平均10年平均とか、今までの平均の紺色を下回ってたんですけども、2021年に急激に伸びて 56% になってます。これは過去最高の数字になっていて、過去最高に投資の効率がいいと。56% ってどういうことかというと、投資した額が2年で回収できちゃうっていうレベルなので、相当高い数字になってますし、今、そのアップルがまた伸びてきているというのが、これを見るとわかるかなと思います。はい。じゃあ、まとめですね。まず、安全性を見てきました。預金と固定費の割合は 110% でしたね。はい。次に、現預金と有利子負債、借入金との差額ですね。これがマイナスの88,890ミリオンドルということで、ちょっとお金、かなり借りていらっしゃるということで、アップルなので、そんなに、安全性に問題はないと思うんですけども、かなり借り入れしているという状況ですね。はい、次に成長性ですね。粗利の成長率が、年間平均で 15% と。はい。で、5年移動平均で見ると 12% でしたと。で、これは今の 15% よりも少し下回っているので、これから、ここ 15% を超えてくるとさらなる成長が期待できるということですね。で、最後に効率性です。事業の投資利回りですね。これが 28% になります。28% なので、大体4年間で投資した金額を回収できちゃうということになりますね。これもかなり効率性も高いと。なのでまとめると、ちょっとお金は借りすぎなんですけど、キャッシュと固定費の割合も 100% 超えてますし、成長率も高い。特に5年移動平均が 12% で上がってきているので、これまた来年、再来年と伸びてきて、この 15% を超えてくると、本格的にもう一回成長していくフェーズに入るかもしれないなと
で、投資の効率も28%と非常に高いという状況ですね。はい。最後に少しでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。これからも皆様のお役に立てる動画を配信していきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。